ん、大家好、皆さんこんにちは、ひときです。だんだんコロナが少なくなってきて、旅行ができそうって思ってきましたね。僕も去年スペインに行こうと思って、スペインのガイドブックを買ったり、スペイン語話そうと思ってスペインの言語学校を予約したり、よし準備 OK と思ったらコロナでダメでした。でもそろそろコロナが減ってきたので日本に行くぞって期待している人もいると思います。今日はそんな皆さんが絶対覚えるべき5つのフレーズを用意しました。もうこの5つがあれば他はいりません。なんか皆さん日本語のフレーズ覚えようと思って本屋に行って本を買って飛行機の中でそれを覚えようって思ったことありませんか？でもあれ買って満足しちゃいますよね。1日目は表紙の富士山綺麗だな、よし明日やろうってなりますよね。次の日も1ページ目こういうフレーズがあるんだ、明日やろうってなりますよね。せっかく日本行くから少し日本語話したいなと思ってもあんなにたくさんフレーズ覚えられないし、実際にその場面にいる時にそのフレーズを思い出してそれを使うっていうのはちょっと無理じゃないですか？じゃあ分かりましたよ。フレーズを覚えたとしましょう。それを日本人に東京駅どこですかって言った時に多分日本人は次の信号を右に行ってその後まっすぐに行ったら東京駅に着きますよって言うと思います。はにゃ？いやいや、フレーズ言えたけどそれ全然意味わかんないでしょ。そんな使えないフレーズ本に書くなよ。絶対英語で話すだろう。英語わかんなかったらもうそれ無理だろうと思うので、だから今日は僕が本当に使える5つのフレーズを皆さんに教えたいと思います。もうちゃんと使えるようにいろいろな場面を考えて作ったので安心してください。もう特に1つ目のフレーズはすごく自信があります。基本どんな時でもこのフレーズを覚えていればもう大丈夫です。その最強のフレーズは Google 翻訳使います。だってそうでしょ。もう現代の力使おうよ。わからないことを日本語で言ってそれを聞くのは無理です。でも Google 翻訳使います。これを言えれば道も聞けるし、何か買いたいものがあった時にスムーズに買うことができます。 Google 翻訳すごいからね。でもたまにこのフレーズを言う前になんか買うつもりはなかったけどなんかちょっと買う感じになってる、お店の人が袋に入れてる、どうしようっていう時があると思います。最強のフレーズを言う前になんかもういろいろ進んでいるという時に使えるフレーズを紹介します。それはちょっと待ってください。この一言であなたは全てを止める力を手に入れました。もうお店の人もピタッて止まるし、多分日本の猫もピタッて止まると思います。その次に言うことはもう分かりますよね。 Google 翻訳使います。これ最強でしょ。このコンビネーションだったらもう最強だよね。もう 99% の問題は解決できると思います。例えば駅で駅員さんに質問をしようとした時になんかその人が忙しくてどっかに行きそうな時にちょっと待ってください、Google 翻訳使います。これで問題は何もないです。でも確かに毎回 Google 翻訳を使うのってちょっと大変じゃないですか？特にレストランで注文したりお店で何か買う時ってたくさんあるじゃないですか。だからさっきの2つのフレーズでも OK なんですけど、この3つ目のフレーズを話せると結構便利になります。それはこれください。これください。もう最強。昔僕が15歳くらいの時にロサンゼルスに行ったことがあるんですけど、もうその時僕全然英語話せなかったんですよ。その旅行の時は僕のお母さんのいとこがロサンゼルスに住んでいたので、その時いろいろ英語で手伝ってくれました。でも一つだけ手伝ってくれないことがあって、それは買い物でした。なんかその人は自分の欲しいものがあるならその時ぐらい英語で言ってみなという風に僕に言ったので、僕は全然英語わからないよって言ったら、その人はじゃあすごい便利なフレーズを教えてあげるよ、 I want this これくださいです。もうその日から僕は毎日これください、これください。もう最後の日は英語ネイティブになったみたいに一回髪の毛を触って悩んでいるふりをしてこれくださいってもう言ってましたね。もうそのくらいたくさん使えるし自信もつくフレーズ、それがこれくださいです。もう大丈夫でしょ。旅行の時これください、
そして何か問題があったらちょっと待ってください。そして最強のフレーズ Google 翻訳使います。じゃあもし携帯の充電がなくなって最強のフレーズが使えない時、もしくはちょっと遠くにいて携帯を見せられない時、もうその時は4つ目の秘密のフレーズを使いましょう。わかりません。もう諦めてください。もうその状況になっちゃったらこのフレーズをちょっと覚えただけでは対応できないので、もう僕無理ですっていうことを言うためにわかりませんと言ってください。でもこのフレーズを言われた方、日本人はそっか、じゃあ自分がどうにかしないと英語話せる人探すねとか、自分の知ってるちょっと英語をちょっと言って教えてあげようっていう風になるので、自分が分かりませんっていうことはすごい大切です。もうこのフレーズは僕は日本人を信じて、もう僕は無理だからこの分かりませんって言ったら日本人は助けてあげてねっていう、そういう思いからの4つ目のフレーズです。もう買い物もしたしレストランでご飯も食べたけど、まだしていないことは観光地で写真を撮ることです。だから最後のフレーズは写真いいですか。本当は写真撮ってもらってもいいですかがいいんですけど、ちょっとフレーズ長いのでもう写真いいですか。もう最後はいろんなところで写真を撮ってもらって、今回の旅はいろいろあったなって、私ここで Google 翻訳使ったなとか、最後のフレーズ分かりませんってここで使ったな、その時この人たちが助けてくれたな、そう思ってまた日本に来てください。皆さんありがとうございました。